ですね、これをよくホームセンターで売ってる荒材のノジ板っていうのでカウンターの仕上げ材をしたんですけど、まあ最初からこれもう見ても分かる通りこれが赤いんですね。こっちはちょっと乾燥がある程度進んでるんですけど、これは赤くてまだ触ってもしっとりしてます。仲のいい、かりんとさん大工さんがやっぱりこれを放送を見ててちょっと言いに来ていただいたんですけど、下手すると外れてくる可能性があるぐらい暴れるっていうので、慌ててまずこの小さなピンで増し打ちしました。でそれで塗装もしようと思ってたんですけど、結局全部がこのぐらいの色になるまで置いておこうということになりました。でもう前回から見てもやっぱりもう全然ここ空いてるんです。一番作った時から比べて。でまだまだもしかしたらつくかもしれない。で最初からこれが入り目地みたいな形になってもいいかなとは言ってたんですけども、今はとにかくどこまで縮むか暴れるかっていうのを乾燥させながら待つということになりました。ノジ板が絶対使えないっていうわけじゃなくて、今回は僕たちはもう濡れたまま貼ってしまったんであれですけども、やり方をちょっと教わりました。それはここ見ていただいたら分かるんですけど、今日陰にそのノジ板を今置いて乾かしてるんですね。で2枚を重ねて乾かしてます。でやっぱりまっすぐじゃないと使いにくいので、ああやってあれを定期的にひっくり返そうと思ってるんですよ、上下を。そうしたら上の板の重みで下が伸びて乾いて、また暴れてきたらひっくり返して乾燥したやつをまたそっちに使っていくっていう。あとこの残りのカウンターと最終その上のところもノジ板で仕上げようと思ってるけど、あそこはだから結局畳の下に入れてるノジ板古いで、それがまっすぐ乾いてるんですね、何年もかかって。でそんなやつがいっぱいあるので、ヴィンテージのノジ板をリアルやね、リアル畳の下にあったヴィンテージのノジ板を使っていこうかなと思ってます。ここやね。
手袋がついてやってる。いいの。深かったらお姉さんが目を出さないから。パパこれ持っといて一回僕がこれやったら。蚊に噛まれた。蚊に噛まれたのはわかるけど、蚊がどこにいるかわかんない。それわかる。持ってパパ持ってね。できる？パパ狙われてんじゃん。はい、あと最初1600の2本でしょうか。1600の2泊。でも1600にまずボンと切ってくれてあれを。1600の2泊とその後1600の、335とかも切るから。まあもうおしっこ漏れてるんだって。違う、濡れてるだけやね。はい、ほんならさっき向こう鉄貼ってこれに突き当てるようにしてこれを貼ってみてもう。はい、聞かしてここの。これ35.4。もう何よ、全然ちゃうやん。早く聞いた。ちょっともうしまった何 33.5 33.4ぐらいにしといても。木工用キャンセルしたら、やっぱりいるわな。もう一回ちゃんと決まってから言っても。440って言ったで。最初45って言って。こ
嘘だよ。なんもなんで目の前でなかったよ、ママの。ママの目の前じゃないよ。そうよ。45って言って、ほんでから440って言ったん650です。全然ちゃうやん。目が悪いのか何なのか。何なの。だから640ですね。640。これはちょっと他のところに使おう。うまいこと。640やね。白、表白やろ。白。ここがさっきの裏から傷生かして、50、53。53センチ。裏から傷生かして、こうまず1個折るわけ、こう。な。ほんで次が、こっから9センチ残して、これペコンとこ置いてある。これが9センチやから。最後は切らないところでこう打っていったら、言ったらネジやったら入り込んだしまってグニュッとそこへ運んじゃうんですよ、パワーで。でもこれやったらここでポン平らで終わるから絶対それ以上入らん。工事の時はこのパネルを取るっていうパネルが別撮りにできるからこんなん3分割ってこそれなんですよ。と。そうやけど、ここはもういいやろ、一緒で。ダメですよ。あかんの。あかんの。ここはほんまは1万分で行くよってやったんやけど、パパがその間違いで切っちゃったから。そんなん。もうしょうがないそれで4分割。だってこれペロンペロンになるよ、ほんだったらペロペロンって。そう。合成になんか、なんかほら、やっぱちゃうよな。この上のネジない。最初からいった感じするけど、ダメね。ちょっと剥がれるけど綺麗に一丁になります。いい感じじゃない？パパさん。ほんならこれでこう本当はこうしたらなんてここ止めるな、プラスチックのやつがママあんねん、なんか。
入らへんからなここ。パキスタンのクーデターやアゼルバイジャンにさんでの暴動と